ついにカモネギ登場。ジャースパルと申します。いや、ついにカモネギの登場が発表されましたね。ポケモンスリープではリリースされた当初より名前だけは登場していたんですけれども、ついにその姿を表してくれるということになったみたいです。先にネタバレなんですけれども、彼の食材はおそらくネギでありましょう。そんなカモネギが登場するサマーフェスティバルの開催も告知されましたので、もろもろ解説考察していきたいと思います。これ6月は新フィールドの追加なしってことですよね。それでは参ります。ということで今回はまず最初にカモネギの情報をチェックして、それからサマーフェスティバル2025に入っていき、最後にサマーフェス以降のイベントスケジュールについてなどを考察していきたいかなと思います。結構情報盛りだくさんになりますね。ってことでまずはカモネギから。新登場カモネギ。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモンカモネギ飛行です。お楽しみに。ということで、ポケモンスリープも間もなく2周年、ついに入党を許可されたのでありましょう。カモネギが登場します。彼を待っていたという方もそれなりに多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2025年6月23日月曜日15時からとなっております。デカ盛りウィークが終わって1週間間を空けてから登場となります。該当のポケモンの動向は上記日時から使うことができます。出現するフィールドです。若草本島、シアンの砂浜、ゴールド級発電所の3フィールドに出現するみたいです。なんとなくだったりクワッスとは被りきらないようにしました感を感じなくもないですかね。考えすぎでしょうか。出会える睡眠タイプは飛行タイプの定番ぐっすりタイプとなっております。ということでついにカモネギ来ますね。もうみんな思っているかとは思うんですけれども、あえて言いましょう。彼は食材が得意なポケモンで、集めるのは太い長ネギですこれ以外なくないもちろんね、飛行タイプなので卵とかを集めてもいいなとは思うんですけれども、ネギじゃなかったらもはや暴動起きるでしょってことで、まあ予想の本命は皆さん言わずもがな太い長ネギなのかなと思いますね。一応リサーチノートの太い長ネギの欄にはリリース当初からカモネギが好む植物の茎なのかは謎と書かれており、関連性は不明とはなっているんですけれども、まあさすがにネギだよねもしね A 食材ネギで従来通り257で数が増えるとすると B 食材が何になるんだっていうのはあるんですけれども、それこそキノコとかになるんでしょうかね。何にせよね、集めづらそうな食材を持ってきてくれそうな雰囲気は感じますかね。なお過去の料理キャンペーン、現在開催中のデカ盛りウィークも含めて、キュアはドウ、ラッキー、クチートと全員食材が得意なポケモンとなっているので、食材ポケモンである可能性は相当高かろうなと思ってます。で、とりあえず書いてある情報から考察できること1個ずつ抜き出していきたいなと思います。まずカモネギ、飛行タイプです。まあ見たまんまそりゃそうなんですけれども、ポケモンソードシールドの舞台ガラル地方には格闘タイプのガラルカモネギが存在します。ネギガナイトに進化できるやつですね。あっちじゃないよってことで、今後カモネギガラルの姿とネギガナイトが追加される可能性はあるのかななんて思います。ウパーとパルデアウパーみたいな、ロコンとアローラロコンみたいなね。姿違いのポケモンもお互いに同じ飴、今回だったらカモネギの飴を共有するはずですので、もしネギがないとガチ勢さんとかがいる場合は、来たる日に向けて飴を温存しておくなんていうこともふんわり頭の片隅に置いておいてもらえたらなと思います。で、こっちのカモネギ進化しませんので、無進化ポケモンフレンドポイント16となるでしょう。いやもう闇カラスクチートカモネギフレンドポイント16ばっかり飛行タイプはね、どれだけフレンドポイント16増えるんでしょうかね。ちょっとね EX モードの飛行タイプの木の実だった時の難易度やばくなりそうだなと思わないでもないですね。まあね、フレンドポイント16だとその分強いかとは思うので一長一短ではありますし、カモネギがフレンドポイント16だろうっていうのは分かりきっておりましたのでね、別段ダメージもないんですけれども、とにかく厳選については困難に困難を極めることと思います。まあネギの食材ポケモンっていう体で話しちゃってますけどね、もちろんそうだったら AAA を探したいところではあるんですけれども、AA プラスウェーニバルとか柔軟な形もご検討ください。
なお私事ではあるんですけれども、カモネギがこのタイミングで出てくるのであれば、さすがに闇カラスのタイプ予想を非行にはしなかったなと思ったので、闇カラスが悪タイプだった時点でこの展開まで、さすがにそれは予想できないか。さすがにできなかったですね。ちょっとお詫びして謝罪いたします。私の予想はまだまだ当てになりませんので、今後も精進していきたいなと思います。さあ、そしてカモネギ。メインスキルについての言及がありませんでした。ということは、新たなメインスキルを持ってくるわけではないってことになりそうですね。もし A 食材がネギなのであれば、その時点ではちゃめちゃに強そうというか、他に強さを割いている余裕がなさそうな感じはするので、スキルはそんなに強くないんじゃないかって気がするんですけど、果たして何になるでしょうかね。ただの食材セレクトとか持ってたりして、これでね、同様料理チャンスとかだったらさすがに厳選します。ネギ入りの食材セレクトも、バリヤードいるしな、探すかって感じですね。対戦よろしくお願いします。ちなみにちょっと話変わっちゃうんですけれども、有識者さんのコメントによって、指を振るによって強運食材セレクト S の夢のかけら2万が大当たりが選ばれることがあるっていう風には報告受けておりますので、一応食材セレクトは強運だったり怪力バサミの方が強いスキルってことにはなりそうですね。余談終わりです。ひとまずカモネギ、内部的に弱めのスキルとなっているらしい元気チャージ S とかを願望も込みで予想しておきましょうかね。ぜひ皆さんの予想についてもお聞かせください。カモネギについてはとりあえずそんなところでしょうか。他にも気づいたことだったり気になったことあればぜひコメントにお寄せください。そんな新登場カモネギでした。では続いてそんなカモネギが登場するサマーフェスティバル2025を見ていきましょう。怒涛の料理キャンペーン続きますね。参ります。キャンペーンサマーフェスティバル2025。1週間続くこのキャンペーンは水、飛行、虫タイプのポケモンがピックアップされる夏ならではの特別な期間です。このキャンペーンを記念して2025年6月19日木曜日12時頃からカレーシチューの新しい料理レシピが1種類追加されます。来週木曜日6月19日12時頃から新しいカレーレシピ1種が追加です。何使うんでしょうね。ネギになるんでしょうか。非常に楽しみです。また期間限定機能アメウロボを使用できます。お楽しみに。ということで開催期間は6月23日月曜日からの1週間となっております。開催フィールドは全てのフィールドです。ミッションもありまして、おそらくカモネギのお香だったりデカ盛りやスプリングフェス的なそんなね夢のかけら8000個とか食材チケット5枚とかそういったアイテムがもらえることと思います。同じであればポケサブレ5枚もきっとあるかなと思いますので、運営さん何卒よろしくお願いいたします。なお6月24日25日26日の3日間はニュームーンデーとなるみたいなので、基本的には水木金の朝のリサーチは満腹になりづらい効果もついてくることと思います。カモネギ厳選チャンスとなりそうですね。それでは肝心のボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において料理がカレーシチューで固定、料理の最終エナジー 1.5 倍、大成功3倍で日曜日のみ 4.5 倍。睡眠リサーチにてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも少し出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ。運が良ければ特定の色違いのポケモンとも出会えるかもしれません。これ昨年もあったボーナスですね。そして期間限定アメウロボが使用可能となります。スプリングフェスはチャンス1体確定の効果もあったんですけれども、それはなく特定の色違いのポケモンに出会いやすいカレー 1.5 倍のサマーフェスとなっております。昨年ね100均の鳳凰こと色違いウをゲットできませんでしたのでね、今年こそはリベンジかましつつカモネギの色違いもゲットできたらなというところですかね。アメウロボについては後ほど触れたいなと思います。それではピックアップされるポケモンたちについてです。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップカモネギ、小ピックアップはゼニガメ、キャタピー、コダック、ヤドン、ドードー、カイロス、ワニノコ、ウパー、ヘラクロス、デリバード、チルット、ワシモン、アゴジムシ、クワッスとなっております。たくさんいます。水タイプ、虫タイプ、飛行タイプの面々となっております。このピックアップのポケモンたちが色違い確率アップの恩恵を受けるはずですので、例えば色違いアゴジムシが欲しいんだって方はゴールドに行かれるといいのかななんて思います。
また分割睡眠の際も色違い確率アップの効果は乗るはずですので、ニュームーンデーとの兼ね合いもあるかとは思うんですが、色違い狙いであればバンバン分割睡眠していくのが正解となりそうですね。加齢 1.5 倍でエナジーも稼ぎやすいので、狙える方は活かしてみてください。それでは各フィールドで出会えるポケモンざっくりと紹介していきます。まず若草本島です。もうめちゃくちゃいっぱいいます。アゴジムシ以外全員登場します。もしかしたら色違いに最も出会いやすいフィールドってことになるかもしれませんね。もちろんカモネギも出現します。続いてシアンの砂浜、こちらも盛りだくさんです。カモネギも出現します。先ほどの若草もそうなんですが、ワニノコって結構狙いづらいポケモンだなと思っておりますので、まあこれだけたくさんピックアップいるのでピンポイントで狙うのは難しいと思うんですけれども、シアンで分割ワニノコ狙いとかも楽しそうかななんて思いますね。続いてトープ洞窟、ウパーのみとなっております。あまりにも潔いね、ネギじゃねえんだと、キノコなんだとね、そういったウパー推しの方、ぜひご検討ください。トープ洞窟。続いて、卯の花雪原です。卯の花雪原は飛行タイプ中心な感じで、デリバード、チルット、ウあたりが狙い目になりますでしょうかね。カモネギが出てきてくれていれば結構人気なフィールドになったんじゃないかなという気がします。続いて、ラピスラズリコハン。ピックアップが少なくなったシアンの砂浜って感じの面々ですね。料理エナジー 1.5 倍なので、ラピスマスター20チャレンジをしに行きたいところではあるんですが、ピックアップ的な特徴はかなり薄めとなっているかなと思います。カモネギの出現もありません。最後はゴールド急発電所。ゴールドのみアゴジムシが出現します。カモネギが出現するフィールドの中では最もピックアップが少ないので、カモネギ狙いには最も向くフィールドかもしれません。まあシンプルに難易度が高いフィールドですし、分割睡眠にもそれほど向かないかなと思うので、めっちゃおすすめできるかというと微妙なんですけれども、しかしながらカモネギが出現するってだけでおすすめできそうですね。といった各フィールドのピックアップとなっております。カモネギの3フィールドのみで考えるなら、初心者から分割睡眠勢からマスター18狙い、マスター20狙いまで幅広く人気が出そうな若草シアン、そして夢のかけらなどのリソースをしっかり稼ぎつつカモネギを狙うゴールドって感じになるでしょうかね。私色違いの欲しいんですけど、ゴールドではとカモネギ両方は出てこないのでちょっと悩ましいですね。ちなみにニュームーンデーの3日間は全ポケモンの色違い確率が上がっているので、そっちで選ぶのもなしじゃないのかもしれませんね。そんなピックアップでした。それでは昨年は年1回しか登場しなかったこの期間だけの限定機能アメウロボについて見ていきましょう。昨年を経験されている方は昨年通りではありますけれども、説明ざっと読んでいきます。対象期間中のみホーム画面からアメウロボを使用できます。夢のかけらを消費して持っているポケモンの飴を40個投入すると、ランダムで1種類のタイプの飴 M1 個が手に入ります。また稀に大成功が発生します。大成功になった場合、手に入るタイプの飴 M が2個に増えます。投入したポケモンの飴により特定のタイプの飴が出やすくなります。こちら草タイプの不思議種の飴をたくさん入れたら草タイプの飴 M が出てきやすくなるよって感じです。1日4回まで使用可能です。使用するごとに夢のかけらの消費量が多くなります。アメウロボの使用可能回数と夢のかけらの消費量は翌日になるとリセットされますということで、超簡単に言い換えると、夢のかけらを使って余っている飴40個をタイプの飴 M に変換できる機能がアメウロボとなっております。タイプの飴 M はそのタイプのポケモンにのみ使えて飴25個になるアイテムとなっております。1日4回まで使用可能なんですが、昨年の夢のかけら消費量は1000、5000、1万5000、4万というかけら富豪の方しか4回は使えなくないというそんな内容でしたので、多くの方は1日2回までとかでやめておくのがいいのかなと思います。私は1日2回やりましょうかね。なおこれも昨年準拠ではあるんですけれども、例えば草タイプの不思議種の飴を40個入れた場合、だいたい3分の1くらいの確率で草タイプの飴 M になるみたいです。意外とそのタイプにはなりにくいので、過剰な期待は禁物といったところでしょうか。なお大成功確率はだいたい6分の1ほど、 16% とか 17% ほどだったかと思います。1日2回なら1週間で14回なので、3回大成功したら上々といったところですね。
個人的には飴が手に入りづらすぎる伝説系のポケモン、とりわけダークライのための悪タイプの飴 M を作りたいなーなんて思うところなんですが、ヨーギラス、ニャオハ、EV の飴は悪タイプではなく、ヤミラミの飴なんかは全ポケモン中ワースト1位レベルで集まりづらいみたいに癖が強すぎるので、なかなか難しいところですね。ちなみに週14回使って悪タイプの飴を取りに行く場合、夢のかけら42000個と悪タイプの誰かしらの飴を560個使って、悪タイプの飴 M は期待値 5.36 個ほどとなっているみたいです。全部ダークライの飴にするなら130個分くらい。もちろん他のタイプの飴もたくさん手に入りますけどね。まあそんな感じの機能となっております。なおこの計算結果、同タイプの飴 M になる確率を 33%、大成功率 16% で計算しましたが、チャット GPT に丸投げしたので本当に合ってるかはちょっと分かってないですもし間違ってたら計算得意ニキネキの修正コメントお待ちしております。14回やって3分の1なら5個くらいになりそうなのはなんとなく分かるので、そんなもんなんじゃないかなと思いますちなみに昨年の人気だった飴はソーナンス、ウソッキー、プリンあたりが人気ランキング上位だったようです。ちょっとね今年も人気になりそうな雰囲気は感じますね。そんな飴うろぼうでした。さあ最後に注意事項なんですけれども、これまで明言されてなかったかなと思う色違い確率について注意事項一つございますので、なんとなく知っておいてもらえたらなと思います。まずこちらです。異なるイベントキャンペーンによって同一のボーナスが重複する場合、倍率の一番大きいものが適用されますってことで、ここの部分は知っている方も多いかなと思います。例えばクレセリア対ダークライイベントでクレセリアを入れて眠ると眠気パワーが 1.2 倍になるっていう効果ありましたよね。あれはボーナスなので、グッドスリープデーの眠気パワー 1.5 倍と重複した時、より効果の大きい 1.5 倍の方のみが適用されて、クレセリアイベントの最後の最後では別にクレセリアと一緒に眠る意味がそんなになかったっていう、そういうやつで重複しないっていうことを実感した方も多いんじゃないかなと思います。で、次です。異なるイベントキャンペーンによって同一のポケモンに対して色違いのポケモンと出会いやすくなるボーナスが複数かかっている場合、より出会いやすくなるボーナスが適用されますってことで、色違い確率アップについても適用されるのは効果の大きい一つのみってことが明言されました。これ今回サマーフェスティバルの色違い確率アップとニュームーンデーの色違い確率アップが重複することで明記いただいたんじゃないかなと思うんですが、ふんわり知っておいてほしい知識が2つありますね。まず色違い確率アップには効果の大小があるってことですね。サマーフェスとニュームーンでどちらの方が強いのかはわからないんですが、補正率が違うみたいです。全ポケモンの色違い確率アップがあるホリデーなんかよりは高いとか、そういうことなのかもしれませんね。ぜひ確率を教えてほしいものです。おそらく一生公開されることはないんじゃないかなと思います。で、もう一つはイベントキャンペーンによってとあるので、おそらくフレンドメダルの色違い確率アップの効果は重複するってことですね。あれはイベントじゃないですもんね。たくさんゲットしたご褒美なので、組み合わせてどれくらい色違いが出てこられるようになるのか、ちょっと気になるところです。そんな感じで別段プレイに影響は出ないかと思うんですけれども、色違い確率アップにも大小あるし、フレンドメダルは腐らないらしいぜってことで、なんとなく頭の片隅にでも留めておいてもらえたらなと思います。それ以外の注意事項は特筆すべきものはありませんでした。次にアメウロをやるときは夢のかけらの要求数とかちょっと変わるかもねみたいないつものやつくらいでしたね。といったカレー 1.5 倍、カモネギピックアップ、色違い確率アップ、アメウロボのサマーフェスティバル2025でした。いや、非常に情報多かったですよね。アメウロボの狙いたいアメとかはまた別で考察の動画出しましょうかね。EX モードの追加とかもあって、またアメ事情変わってきてるかなという気もするので、ちょっと考えておきたいなと思います。そんな感じですでにだいぶ長くなってきたかとは思うんですけれども、最後にざっくり今後のイベントスケジュールについての予想や考察をお話ししてこの動画締めていきたいと思います。ってことで、サマーフェスティバルが6月末開催となりました。いやね、私の本命予想は新フィールドが追加されて、でカレーフェスは名称を変えてまた別のタイミングで来るのかなとか思ってたんですけど、そんなことなくサマーしちゃうぜってことで、これ事実上の6月中の新フィールド追加はないってことになりそうですよね。で、サマーフェスティバルが終わると7月、
ポケモンスリープの周年マンスリーに突入していくわけなんですが、7月20日日曜日がポケモンスリープの2周年ってことで、パルは7月14日からの2週間が2周年記念フェスティバルになるものと予想してるんですよね。サマーフェスティバルから2週間空いて2周年フェスト。これが1週間ずれる可能性もありそうだななどと思いつつ、すでに発表されている情報として8月前後で EX モードが追加されると告知されております。ってことは7月末くらいから大きな動きがありそうで、やり込んでる人たちなんかはみんな若草 EX 行きそうじゃないですか。これいつ新フィールド実装するんでしょうかね。サマーフェスでカレーの新レシピも来ますし、とはいえ新フィールド追加して新食材も追加するのであれば、さらなる新レシピが来るはずなので、なんとなく新レシピを追加してすぐに新フィールドってやりづらそうなイメージがあるんですよね。あくまでイメージなんですけど、もう初期から遊んでる方は私含めてフィールドボーナスカンストしてたりするかなと思うので、いやこれもしかしてまだまだ新フィールド来ないんでしょうかね。2周年のタイミングで追加して、この期間は若草でも新ポケモンたち出現しますよとかいうおなじみのやつをやるとかになるんでしょうか。何にせよ新フィールドの追加タイミングがちょっと全く読めなくなってきてしまいました。そんなわけでね、ぜひ皆さんの今後のスケジュール予想や願望お聞かせいただけたらなと思います。新フィールドのためにね、リソース取っておきたいんですけれども、果たしていつ来るんでしょうかね。なるべくね、リソースはね、本当であればさっさと使っちゃってパーティー強化した方がより良くなる、スノーボール式にね良くなっていくかなとは思うんですけれども、ちょっとね新フィールドの新レシピを見てから今後の方針考えていきたいななんて思っていたので、どうしましょうねまあとりあえずはのんびりカモネギ探しやりましょうかね。まあ何はともあれ、6月19日木曜日にはカレーのレシピ1種追加、そして6月23日月曜日からはサマーフェスとカモネギの追加、そして7月は2周年を控えているポケモンスリープ。今年の夏もかなり暑くなりそうなので、たくさん眠りながらゆるりと攻略していきたいなと思います。よろしければチャンネル登録高評価で応援いただけますと幸いです。ちょっとね雑すぎる締め方になってしまったんですけれども、そんなわけで皆さんからのコメントをたくさんお待ちしております。いやなかなか本当に考察がはかどりそうなので、頑張って動画作りたいなと思います。そんなカモネギとサマーフェスティバルの解説&考察でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。動画が良かった方はぜひグッドボタンを、悪かったと思った方はぜひバッドボタンをよろしくお願いいたします。いつもたくさんのグッド本当にありがとうございます。それではデカ盛りウィークもサマーフェスティバルもたくさんカビゴン育てて遊び尽くしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。